ワンチャンゲイちゃうんってカミングアウトした時に、いや俺無理だからっていうやつはお前じゃねえしみたいな。こんにちは。日韓恋愛相談室第2回目が始まりました。イエーイ。私は日韓恋愛マスターのももです。よろしくお願いします。お願いします。本日は LGBTQ 特集ということでゲストの方に来ていただいたんですけど、まずゲスト1人目は最近彼氏ができて幸せオーラいっぱいの韓国のゲイのことならこの人にお任せ、ゆうきょんにです。イエーイ、こんにちは。韓国人とは4人ぐらい付き合ったことあります。はい、あとは中国人、台湾人、日本人とも恋愛したことがあって、国境が違う人との恋愛で悩んだこともたくさんあるので、精一杯お答えしていきたいと思います。お願いします。お願いします。そしてもう一人の特別ゲストは最近日韓ゲイカップル YouTuber として活躍しているたつきです。もじゃもじゃー。よろしくお願いします。こんにちは、もじゃもじゃたつきです。2人に比べたら僕はちょっと恋愛経験っていうものが少ない。やろ。まあ魚を育てる経験は豊富ですけどじゃなくて自分の思うことだったり、率直になんか自分の意見を述べれればいいなと思います。ちなみに日本のゲイと韓国のゲイはなんか違う部分がある？韓国のゲイの方が全体的な割合で見るとオスオスしさよりかはちょっと清潔感がある爽やかさがちょっと多い気がします。確かに日本のゲイは結構ひげ生えてマッチョみたいな。で、すね毛とか体毛もまあしっかりあって、その彼氏も脇毛もないし、チンゲちょっとだけしか生えてないしみたいな。お宅のもじゃもじゃのゴンヌさんはどうですか？正毛はしっかり生えてる。正毛はしっかり生えてる。脇とか少ないよ。少ないですよね。少ない。この辺とかもツルツルだよね、韓国人。で、韓国でモテるタイプはどんな感じ？ゲイだったら。一重もしくはもうほとんど一重に近い奥二重、こちらの目とかこちらの目ですね。体の比率、身長がまあ高い方がいいかもしれんけど、身長が低くても高くてもとりあえず比率、顔が小さくてのやっぱ比率は大事だと思うのと、身長はなんか2人そこまで大きい方じゃないじゃん。特に日本人の男の子はちっちゃい子多いじゃん。それでもモテるってこと？なんか小さいのが結構魅力だよって韓国で言われたことあったよ俺。へー。逆に身長に関しては男女の方が厳しいかも。韓国人のゲイは結構週末休みが大事なステータスになっている気がします。出会い系のアプリにもう週末に休む会社員って書いてあって、略語があるんですよ。ジューシージっていう、決まりしぬんじくちゃん。その3文字が書かれてあって、求める条件もその3文字。じゃあもう週末はデートしないってこと？違う、週末に遊べるために平日働く普通のサラリーマンみたいな。スケジュール勤務とかの人はちょっと無理ですみたいな。日本と韓国ってゲイがさどっちが多いと思う？まあ人口はもちろん日本の方が多いんだけど、比率割合として。わしの個人的な意見は韓国。なんか韓国人のゲイの友達は軍隊に行ってなんか男に興味持ち始めたっていう人も多いし、男子同士の接点とかも韓国の方がやっぱ多いから。逆に日本の方が多いと思う。そうなんだ。イテウォンの比べたら全部並んどるやん。確かに。新宿2丁目も並んどあんのにガー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 2、3時間も並んで。の方が多いかもしれない。じゃあ、2人は日本にいた時にカミングアウトしてた？一部の人にはしていました。一部の、本当に俺も一部の人にしてた。韓国のゲイは？私の周りの韓国のゲイの友達たちはほとんどしてない。友達とか職場のすっごい仲いい同僚とかには言っとるけど、両親に打ち明けとる人は本当に片手ぐらいですね。2人も親にカミングアウトはどのくらいのタイミングで？韓国来てから。韓国来てから。2人とも。はい。海を越えてから言いましょうねみたいな。なるほどね。まずわしが一番最初に女の子の親友に人生初のカミングアウトした時はもう体の力が抜けて涙が出ました。俺も親友だった最初はめちゃくちゃ楽になったし、よりなんか仲良くなれた感じがした。この動画を見ている皆さん、もし近くの友達がカミングアウトをしてきた時はもう全力で受け止めてあげてください。なんて言われたら嬉しいの？逆に嫌われたら嫌やけん、言うのが遅くなってごめんねって言ったら、こんなことぐらいで嫌われるって思われとったことが悲しいよみたいな、もっと早く言ってほしかったって言われて、あ、そうなんやってなってもっと涙が出ました。全然いいじゃんって。好きになる対象がそれが違うだけであとは全部変わらないじゃん。言われたのがすごかったな。早速ゲイのコビンナムから
お手紙をいただいたので私が読んでいきます。勇気を出して送ってくれてありがとうありございます。がとうございます。僕は17歳のコミンナムです。僕はゲイなんですけど、現在19歳の通話アプリで出会った韓国人多分のんけが気になってます。 DM で相手から電話したいとか、日本に遊びに行くから会いたいとか、積極的な行動にキュンとしちゃってます。一緒に日本で働こうとか言ってくれるんです。相手がストレートかもしれない韓国人との恋愛はやっぱりやめるべきなんでしょうか。顔もめっちゃくちゃかっこよくて毎日連絡を取り合ってます。恋人がいるか怖くて聞けません。どうすればいいですか？ちなみに来週彼が東京に来るので遊びに行く予定です。そして相手はコミンナムがゲイっていうことは知りません。はい。これのポイントは多分相手がストレートっていうところじゃん。私も通話アプリもちょっとだけしたことあるし、そのゲイの出会いアプリじゃない、そのハロートークとかで友達を作ったことがあるけど、韓国語を勉強しとる日本人の男が結構少なくて、やっぱり彼女がおる韓国人の男の子とかは日本語の勉強したいけど、日本人の女の子とは友達になれんけん、日本人の男の子と友達になれたらめっちゃ珍しいけん嬉しいって連絡来たことがあるけん、そんなパターンかもしれんって私は最初に認識しました。もう本当にストレートで彼女がいるかもみたいな。でも韓国人のストレートの男の友達もおるけど、そんな電話したいとか、一緒に働きたいとか結構深く言ってくるけん、わしはこの人、ワンチャンゲイちゃうんって俺も思った。確かに俺も思ってる。一緒に働こうって結構あれだね。向こうももしかしたらコミンナム君のことをゲイなんかなストレートなんかなってちょっとキンガミンガしとる可能性もあるし。さつきは俺もワンチャンゲイなんじゃないかなって思った。ですよね。日本語で連絡してるんですかね。どうなんだろうね。一緒に遊びに行くから会いたいが、例えば韓国語やったとしてカッチノルゴシッタとかやったらストレート、でもしボゴシッタだったらもしかしたら恋愛対象。確かに言い方で違うね。自分のことをゲイって言わずに友達が何人もできて、実はゲイなんよとか、実は付き合ってる人がおるんやけど男なんよって言ったら、なんか全然気にせんよみたいな人もおったけど、2人だけブロックされた。でもそれはもうそういう人なんやみたいな。まあでもしょうがないね。別にいいよ。逆に残った人がすっごい大切な友達になる。マジでそう。確かに。ちなみに2人は相手がストレートかもみたいな人と恋愛っていうか、なんかこう好きになったりとかはある？韓国に旅行に来た時にインスタグラムに出てきたカフェの店員がすっごいイケメンやったんよな。でそのカフェに行ったんよ。そしたらおったんよ。その人も日本語勉強しとって、結構仲良くなってインスタも交換したんよ。で DM とかしたりカカオトークでボイスメッセージで韓国語日本語お互い教え合ったりとかしとって、もう若干気になっとったんやけど、でもなんか彼女おるんとか彼氏おるんって聞いたら、って思うけん、わしはなんか恋人おるんって、そうね、その聞き方だよね。聞いたらおるよって言って、そしたらまあゲイやった。ゲイだったんだ。そう。今思い出したけどさ、前ヨンナムドンのカフェでもさ、めっちゃイケメンの店員いるって言って私よく一緒に聞かされてたよ。彼女いたよね。そうゲイかと思ったんよね、本当に。そう、韓国人本当難しいわ。このコミンナム君の気持ちわかる。で、たつきはそういうストレートの人を好きになったことはあるの？それはないんだけど、でもセイマのこと好きになってなかった？絶対ないです。それはないです。じゃあもしたつきがそういう相手を好きになったらどうする？俺は正直に絶対言うね。どんな感じに言ったら相手に負担にならずに伝えられる？私あったらボゴシッタっていうかも。ノルゴシッタとかじゃなくてパッリボゴシポみたいな。俺の経験上、カミングアウトした時に、いや俺無理だからっていうやつは大抵結構やばいやつって偏見持ってる。わかる。お前じゃねえしみたいな。こっちもタイプあるしみたいな感じだよね。教わんといてな。わかる。うざい。本当うざい。あんたも。その男であれ、その相手が女であれ、その人と友達として恋人として人間的にも仲良くなれるし、打ち明けるってすごい大切だなとは思う。確かに確かに。もし相手に打ち明けてもうみたいな感じだったらもうその時点でその人はそこまでだと思ってやめればいいし、もし言ったとしてあっちがゲイじゃなかったとしても仲いい友達になれるかもしれないし。17歳なんよ。もうこれから何人の人に会えるって。私的
になんかこう女の子の相談でもあったけど、みんな高校生とかで韓国人と恋愛しようとしてるのね、遠距離で。まず日本人と恋愛した方がよくない？そうやね、わしも日本人3人経由しましたけど、なんかいきなり韓国人行くのは結構文化も違うから、後から日本人付き合おうと思ったら結構難しかったりするから、最初にこう日本人でちょっとトレーニングしてから韓国行ってもいいかも。コミンナム君にメッセージとかあります？もし今好きになってる人が、向こうの恋愛対象がもし女性やったとしても全然悲しくはない。もう何百人何千人の男があなたを韓国で待ち受けています。それはそうそうやろ。それはそう。そう本当にたくさんいるから。まず本気でその人を好きになっちゃって恋愛したいんだとしたら、自分の恋愛の対象を言ってダメだったとしても、言ったらすごい楽になるし、もっと仲良くなれる可能性も全然あると思うから、その人のその後の行動を見ることが大切かなと思います。頑張ってね。頑張ってね。ファイティー。ファイティング。ファイティング。彼と毎日電話をしていて、ラップンイルボンだったり、ドクトは韓国のものだよだったり、反日の行動が多いと思って、実際日韓カップルって必ずぶつかるんですよ、この反日の問題について。そう、もうぶつかりすぎる。そう